ささらです。鈴木つづみです。バイナンスは日本国内居住者向けサービスを2023年11月30日に終了して、新取引プラットフォームであるバイナンスジャパンを2023年12月1日から開始すると発表しました。バイナンスジャパンでの取扱い銘柄は、現時点では判明しておらず、約30種類程度を取り扱う予定であることのみが発表されています。そこで、今回はバイナンスジャパンの取扱い銘柄を予想してみたいと思います。ぜひ最後までご視聴くださいね。このチャンネルでは仮想通貨の情報をわかりやすく発信していきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。では、早速本題に入ります。バイナンスジャパンの取扱い銘柄を予想。バイナンスジャパンの取扱い銘柄を予想するにあたり、いくつかの考察をしてから予想銘柄を発表します。バイナンスが重視していること。今回、バイナンスがバイナンスジャパン設立にあたり発表した文章の中に、日本国内の法令遵守のもと、当局との緊密な連携のもと、日本法令に準拠した形で、という内容の文言が何度も登場しており、バイナンスが日本の金融庁に対して、いかに神経を使っているかを表していると思います。バイナンスは、資金決済法、金融商品取引法上の登録を受けることなく、国内居住者に対し暗号資産取引サービスを提供したことから、過去に何度か日本の金融庁から警告を受けてきました。そのためバイナンスは、今回の日本市場への参入にあたり、サービス面以外で最も重視しているのは、日本の金融庁との良好な関係を維持することだと思われます。バイナンスは世界各国の金融当局と交渉を重ねてきているはずだから、事業を展開する国の金融当局と良好な関係を維持することの大切さが身に染みて分かっている気がするよ。そうだね。2023年5月13日にバイナンスはカナダ市場から撤退すると発表して、撤退の理由は規制強化だもんね。規制の内容一つで撤退ということもあり得るんだもんね。金融当局と良好な関係であったとしても、規制関係はどうにもならないこともあると思うけど、でも関係がいいに越したことはないもんね。BNB は取り扱われるのか。バイナンスが発行している取引所トークンである BNB が取扱い銘柄の中に入るのかどうかは注目されるところだと思います。バイナンスとしては当然 BNB を取り扱いたいと考えていると思われます。しかし2023年5月時点で BNB を取り扱っている国内取引所は一つもありません。バイナンスは日本の金融庁と極力摩擦を起こさずに、バイナンスジャパンを立ち上げたいと考えていると思われるので、BNB の取り扱いはないと予想します。しかし、バイナンスジャパン立ち上げ当初の BNB の取り扱いはないと予想するものの、時期を見計らい、取り扱い銘柄に入れてくることが考えられます。BNB は様々な用途を持ちますが、分類するのであれば取引所が発行する取引所トークンというくくりになると思われます。国内取引所で取引所トークンを上場させている例としては、ビットトレードのフォビトークンや OK コインジャパンの OKB が挙げられます。このように国内取引所で取引所トークンが取り扱われている例はあるので、バイナンスジャパンで BNB が取り扱われる可能性は十分にあると思われます。バイナンスジャパン立ち上げ当初の BNB の取り扱いはなくて、時期を見計らって取り扱うという予想だね。そうなの。やっぱりバイナンスといえば、BNB は欠かせないところがあるので、いずれは取り扱うと思うんだよね。取り扱う銘柄の基準とは、先ほども述べた通り、バイナンスは、日本の金融庁と極力摩擦を起こさずに、バイナンスジャパンを立ち上げたいと考えていると思われるので、国内初となる銘柄を取り扱い銘柄に加えるのではなく、すでに国内で取り扱いのある銘柄のみを取り扱うことが考えられます。そこで、2023年5月時点における国内取引所の全取扱い銘柄を調べると、以下のようになります。ビットコイン、ビットコインキャッシュ、ビットコイン SV、ライトコイン、イーサリアムクラシック、
XRP、フレア、ステラ、カルダノ、チェーンリンク、コスモス、ポリゴン、ポルカドット、ソラナ、トロン、同時コイン、柴犬、アバランチ、ヘデラ、シリーズ、ベーシックアテンショントークン、OKB、フォビトークン、アスター、テゾス、クアンタム、メイカー、ジビカ、オントロジー、クレイトン、エンジンコイン、OMG ネットワーク、ボバネットワーク、IOST、ネム、シンボル、リスク、エフィニティトークン、モナコイン、フィンシア、ディープコイン、ジャスミーコイン、ザ・サンドボックス、エイプコイン、ガラ、オアシス、ビセント・ラランド、アクシー・インフィニティ、元素騎士メタバース、ロンド、ゼノガバナンス、コバン、タレットトークン、コスプレトークン、日本アイドルトークン、FC 琉球コイン、ダイ、ジカングコイン、フスココイン、カイカコイン、ネクスコイン、財布、コムサメム、コムサイイサ、カウンターパーティー、2023年5月時点における国内取引所の取扱銘柄数は、以上の66種類です。これらの銘柄の中から、バイナンスジャパンで取り扱う銘柄を予想していきます。ささらちゃん、これ全部調べたの？そうだよ。すべての国内取引所のサイトを見て根性で調べました。女は根性だね。2023年5月時点における国内取引所が扱う銘柄数は全部で66種類。これは一昔前と比べるとかなり増えた方だよね。そうだね。それに最近は、取引所が取扱銘柄を追加するペースも早まってるよね。なぜ約30種類程度を予定しているのか。こちらも同じ理由にはなりますが、バイナンスは、日本の金融庁と極力摩擦を起こさずに、バイナンスジャパンを立ち上げたいと考えていると思われるので、立ち上げ当初から多くの銘柄を取り扱うのではなく、他の国内取引所との兼ね合いを重視していることが考えられます。そこで、2023年5月時点における取扱銘柄の多い国内取引所を調べると以下のようになります。ビットトレードが30銘柄、ビットバンクが29銘柄、BMM ビットコインが27銘柄。このように、国内取引所では約30種類程度が最多となっており、バイナンスジャパンはこの水準の取扱銘柄数に合わせた可能性が考えられます。また、他の国内取引所との兼ね合いは関係なく、バイナンスジャパンが取り扱う銘柄を選ぶ際、国内取引所が取り扱う66種類の銘柄の中から選んでいくと、その結果約30種類程度になった、という可能性も考えられます。バイナンスジャパンは国内最多クラスの取扱銘柄数で、サービスを開始するということだね。こういうところにバイナンスらしさが垣間見える気がするな。意気込みを感じるよね。取扱銘柄を予想。バイナンスの発表では、バイナンスジャパン開始時の取扱銘柄数は、約30種類を予定しているとあり、30種類ちょうどではないかもしれませんが、予想する銘柄数は30種類とします。これまでの考察を踏まえて、バイナンスジャパン開始時の取扱銘柄の予想を発表します。予想は以下の通りです。ビットコイン、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、イーサリアムクラシック、XRP、ステラ、カルダノ、チェーンリンク、コスモス、ポリゴン、ポルカドット、ソラナ、トロン、同時コイン、柴犬、アバランチ、ヘデラ、シリーズ、ベーシックアテンショントークン、テゾス、クアンタム、メイカー、ジビカ、オントロジー、クレイトン、エンジンコイン、ザ・サンドボックス、ビセント・ラランド、アクシー・インフィニティ、バイナンスジャパン開始時の取扱銘柄として、以上の30種類の銘柄を予想します。手堅い銘柄を選んだという感じだね。ささらちゃんは、この予想に自信はあるの？あるといえばあるけど、あまり自信がない銘柄もあるかな。へえ、そうなんだ。どういう銘柄が自信がないの？ゲーム系トークンとかかな。まとめ、いかがだったでしょうか。バイナンスジャパンの取扱銘柄が発表されたら、答え合わせをしていきたいと思います。ブログとツイッターの URL は、説明欄に記載していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。
このチャンネルでは仮想通貨の情報をわかりやすく発信していきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。